皆さんこんにちは。こちらはデノン DCD600NE です。発売は2019年。定価は 58,300 円です。現在生産されているエントリークラスの CD プレイヤーです。このプレイヤーには最新の DAC と α プロセッサーが搭載されています。今回はこのプレイヤーを測定して CD プレイヤーの進化を確認します。このモデルの主なスペックは次の通りです。DAC は CD のフォーマットに対して十分すぎる性能のものが使われています。CD プレイヤーで重要な出力インピダンスが不明です。これは測定で明らかにしていきます。これと類似の商品に次があります。下の2機種は現行商品です。デノンは単品の CD プレイヤーを作り続けている数少ないメーカーの一つです。今回のプレイヤーは最も新しいエントリークラスのモデルです。このプレイヤーには AL32 プロセッシングが搭載されています。これは94年に登場したα プロセッサーが進化したものです。最初はビットを拡張するだけのアプコンでしたが、2004年から周波数の拡張もしています。CD プレイヤーは16ビットのフォーマットが性能の限界を決めていました。このプロセッサーは CD のフォーマットを拡張して、微小信号の再現性を高める機能です。実際どのくらいの効果があるのでしょう。今回はこの性能も明らかにしていきます。中身を見ていきます。メカとプリント基板がシンプルにまとまっています。トレイの動作は比較的ゆっくりです。ここの動きは趣味のアイテムにとって重要な部分です。これについては後で詳しく考察します。これは電源回路です。トランスが小さく見えますが、CD プレイヤーの消費電力はわずかですから、これで十分です。ブロックコンデンサーはカスタム品です。CD のメカはしっかりフローティングされています。サーボと出力回路の基板です。部品の集積化が進んでシンプルにまとまっています。このあたりがプロセッサーの心臓部です。DAC はバーブラウンのチップが使われています。これは出力回路のオペアンプです。出力回路の周辺は大型のコンデンサで固められていて、エントリークラスには見えない作りです。音質に関係する最も重要な部分がしっかり作られています。このプレイヤーは正常に動作しますので、このまま測定していきます。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。CD のフォーマット限界までフラットです。このプレイヤーには音色がありません。広域がわずかにドロップしているのはローパスフィルターの特性でしょう。歪みを見ていきます。CDP101 は世界初の CD プレイヤー、VRDS はマルチビットの高級品。点線は16ビットフォーマットの限界です。今回のプレイヤーはマルチビットの VRDS よりわずかに優れています。マイナス80デシベルから下のところはフォーマットの限界とほぼイコールです。これはプロセッサーの効果です。これはマイナス80デシベルの結果です。上が元の波形、下が CD プレイヤーの出力です。制限波に近くなっていますね。これはマイナス90デシベルの結果です。元の波形は階段ですが、制限波に変わっています。大した効果です。
マイナス70デシベルは大差ありません。このようなアプコンはあくまで微小信号の波形を改善する仕組みです。これがあるからといって普段から解像度の高い音が聞けることはありません。それに微小信号はもともとノイズが多いので、総合的な効果はグラフにある通りわずかです。ところで波形がきれいになっても聞こえなければ無意味です。これについて確認します。このグラフはこのプレイヤーをアンプにつないで 1W で再生した結果です。青い線はアンプの歪みとノイズです。CD プレイヤーの性能はアンプより1桁優秀です。さらにプロセッサーの効果が出るところは暗騒音に埋もれていて聞こえません。つまり 1W で再生した場合はプロセッサーのありなしはおろか CD プレイヤーの違いが外に出ません。何をつないでも同じ音に聞こえるはずです。ボリュームを上げてみましょう。これは 100W の結果です。この場合の音圧は130デシベルです。とんでもない爆音ですが、これでようやく CD プレイヤーの音の違いが聞こえるレベルになります。プロセッサーの効果が出るところも暗騒音から外に出てきますから聞こえるでしょう。ダイナミックレンジと直線性がこちらです。最後だけビットがずれていますので、ダイナミックレンジは95デシベルくらいです。まずまずの性能です。最後のビットがずれるのはプロセッサーのせいかもしれません。このモデルにはピュアダイレクトモードがあります。表示やデジタル音声出力をオフにすることでノイズを抑えて高音質な再生ができるとされています。2段階の切り替えができますので効果を見ていきます。全く変化ありません。表示もデジタル出力回路も音質に影響していません。インパルス応答を確認します。この波形は左右対称にエコーが見える形が理想です。これは全く問題ありません。出力インピーダンスを見ていきます。このプレイヤーは出力回路の作りがしっかりしていました。その結果がここに現れます。だいたい90オームでフラットです。エントリークラスとは思えないスペックです。何をつないでもロスなく信号を伝送できるでしょう。このプレイヤーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は今回のプレイヤーです。2番の VRDS はこちらです。20ビットの DAC を4個搭載していて、25ビット8倍オーバーサンプリングデジタルフィルターを搭載しています。今回は ABX テストをご覧いただきます。これは最初に A、B2 つの音をお聞きいただいて、次の X が A、B のどちらか当てていただくテストです。耳に自信のある方は A、B どちらが今回のプレイヤーの音か当ててみてください。今回のプレイヤーはスペック上 VRDS を上回っていました。エントリークラスの現代のプレイヤーは VRDS より音がいいのか、プロセッサーの効果は聞こえるのか、それではどうぞ。
古いピアノにもたれて音楽室の古いピアノにもたれて音楽室の古いピアノにもたれてどうでしょう。今回もはっきりした音の違いはなかったと思います。以上の結果をまとめると次の通りです。このプロセッサーは階段上の波形を制限波にすることで微小信号の再現性を高める効果があります。ただし聞こえないレベルの音質を改善する仕組みである点に注意してください。聞こえないから意味がないというわけではありません。人間は波形が滑らかになるイメージを音に結びつけて、音が滑らかになったり、解像度が高くなったように感じることができます。それがこの機能の本当の効果と言えるでしょう。今回性能を一通りご覧いただきましたが、CD プレイヤーの音質は最初から高くて、あまり伸びしろがありませんでした。これは先ほどのノイズと歪みを合わせたグラフです。レコードの性能はこの位置にありました。青の線はアンプの性能です。レコードの性能はアンプより1桁以上悪かったので、音の違いが人間の耳で分かりました。音は入り口と出口で決まると言われていたのは、そこがボトルネックになっていたからです。CD プレイヤーの性能はアンプより1桁優秀ですから、音の違いは人間には全くわからない世界です。これまでの進歩は耳に聞こえないレベルの性能の改善でした。それも90年代の後半になると、やることがなくなってしまって SACD に移行しました。CD プレイヤーに音の違いはありませんが、回路や物の作りは大きく進歩しています。現代ではほとんどの回路がワンチップ化されていて、低コストで十分すぎる性能の製品を作れます。この製品の作りは極めて合理的です。エントリークラスですが、一番重要な出力回路に手抜きがありません。真面目なものづくりの姿勢が伺えます。現代では十分な性能のプレイヤーを安く作ることができます。性能に改善の余地はありませんが、趣味のアイテムとして見た場合は、まだ改善の余地があります。例えばこのトレイの形は登場以来ほとんど変わっていません。中身が立派で本体がいくら重くできていても、この部分が安っぽいとそのイメージが音に結びついて安っぽい音に聞こえてしまいます。音楽を聴く道具はメディアをセットする部分の作りが最も重要です。それは VRDS のように目に見えないところで動くメカではなくて、見えて触れる部分の作りに趣味性の高い価値が求められます。これを作ることができれば、今まで面倒だった操作が目的になり得る道具に進化します。タップ一つで音楽が聴ける道具では絶対に得られない魅力あふれる商品になるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。